皆さん、こんにちは。まなみです。今回は、チフレのこのベースをレビューしてほしいっていうコメントをいただいたので、このグリーンとピンクの下地を塗ってみたのと、あと合わせて気になった商品もたくさん購入してみました。それがこちらのメイキャップクリーム、化粧下地&ファンデーションと、プレストパウダー、チークとシェーディングも買ってみました。これも後で詳しくお見せします。で、チフレのリップがリニューアルになって、私はチフレの口紅が大好きで、唯一と言っていいぐらい全然荒れない口紅だったんですね。なんですけど、リニューアルしてしまいまして、こんな可愛い色とかも出ているんですが、唇に合うのかっていうのを今試しているところです。商品説明を読んでいきますので、後でまたリップについては詳しくお話ししたいと思います。下地がメイキャップベースクリーム UV という名前で SPF19PA2+ あります。1がピンク、2がグリーンで、くすんだ肌色を明るくトーンアップしてくれて、くすみ、色ムラ、毛穴の凹凸をカバーして、均一で滑らかな肌に整えてくれます。で、無香料、ウォータープルーフ、紫外線吸収剤が無配合ということで、チフレのベースメイクって肌に優しいものが多いなって感じているんですけど、敏感肌でも合う方が多いんじゃないかなと思っております。色味はこんな感じでグリーン、ピンクです。ピンクは普通にピンクカラーだなって思ったのと、あとグリーンはそこまで強すぎないグリーンだなって思いました。後で実際に塗ってるところをご覧ください。このナチュラルメイキャップクリーム UV というのが化粧下地とファンデーションの役割を兼ね揃えているので、化粧下地は塗らなくてもいい商品なんですが、チフレのブランドで合わせた方がいいかなと思ってこちらを使いました。これはチフレのベースの中でも使いやすそうだなと思って、他の BB とかだと結構硬かったりとか塗りにくいっていうものもあるみたいなんですが、これは口コミが良くて塗りやすそうだったので選びました。で、これも SPF が 19PA2+ でヌードベージュっていうカラーの1色だけ販売しています。やっぱりね、プチプラって色展開が少ないっていうのが悩みだったりしますが、こんな色味です。で、商品説明がリラックスしたい日のライトメイクに肌に溶け込むヌーディーなベージュカラーで厚塗り感がなくまるで素肌が美しくなったような自然な仕上がりで、これもくすみ、色ムラ、毛穴の凹凸をカバーしてつるんと滑らかな肌にって書いてあります。あと下地と同じように無香料、ウォータープルーフ、紫外線吸収剤無配合でパールが入っているみたいで程よいツヤ感を演出と書いてあります。こちらプレストパウダーです。880円なんですけど詰め替えが550円って書いてあります。2色展開で私は1番のルーセントを購入しました。これはパールが入っていないもので、2番がパーリールーセントっていう名前でパール入りなので、こちらがマット、もう一つの方がツヤ感が出るタイプだそうです。1番はテカリ毛穴対策用、あとくすみも対策してくれます。肌悩みを補正して化粧持ちを良くする携帯に便利な固形タイプのお白いと書いてあります。これも無香料で安いんですけど鏡がついていてぐにゃっとする感じの鏡ではないので見やすいですし、あと色味がですね、イエローベース系で赤みを自然に補正してくれるカラーです。次はチークです。多分動画だと見えないかなと思うんですけど、細かなパールが少しだけ入っていて、そんなに塗ったからといってラメが目立ってしまって毛穴が目立つほどではないので、私の肌でも問題なく使うことができました。こんな可愛い色で142番のピンク系パールのカラーです。結構これ良かったので違う色も買ってみたいなと思ったんですけど、万能に使えるカラーでした。で、次がシェーディングパウダーの2番のカラーです。グレー系のカラーでこんな色なんですけど、ここに載せているんですけど多分あんまりわからないと思います。自然に乗ってくれるタイプなので使いやすかったんですけど、動画の最後の方でレビューをご覧ください。で、次が最後リップですね。このような水色に白色のリボンが書いてあるケースが販売されていたので、これも買いました。新しく発売されたラスティングリップスティックには3種類のツヤ感が違うタイプがあって、グロス、シアー、セミグロスっていうのがあるんですけど、グロスとシアーには私の唇に合わない成分があったので、セミグロスを買いました。BE12 番のベージュ系というカラーでですね、とっても可愛いんですよ。こんなピンクベージュ系のカラー。
ですごい気に入ったんですけど、私は合わない成分が入っていると水疱が唇にできてくるんですね。それがだいたい2日後に出るんですよ。なのでどうなったかは概要欄の方に書こうと思います。この動画は本日か明日アップしたいなと思っているので、まだ投稿時点ではどうなっているかはわからないと思うんですけど、2日経ったら記載しますので、唇に合うことを祈っております。で、このセミグロスタイプには他にもカラーがあって、レッド系とオレンジ系もあるので、これがもし荒れなかったらその2色も買い足したいなと思っているんですけど、祈っております。このセミグロスが一番ツヤ感が抑えられていて、ほのツヤ質感。今回発売された中では色持ちする方だそうです。あとしっかり発色って書いてあります。それではここからは塗っているところをご覧いただきますが、毛穴やニキビもアップでお見せしますので、苦手な方はご注意ください。それではご覧ください。どうぞ。ということで、実は撮影が2回目なんですけど、先ほど撮れていると思っていたんですけど、録画ボタンを押し忘れていたみたいで、撮れていなかったので再撮影です。今メイクを落としてきたので肌が赤めなんですけど、塗っていこうと思います。日焼け止めはスキンアクアヒアルロンセラム UV SPF50+PA4+ を塗っていきます。下地を塗っていくので、日焼け止めは少量だけ塗っていきます。いつもに比べたら少なめです。次に下地を塗っていきます。左にグリーン、右にピンクを塗っていくんですけど、日焼け止めを塗ってすぐ塗った時にとても綺麗に塗れたので、今から塗っていきます。指塗りでも結構綺麗に塗れるんですよね。なんか毛穴落ちしたりとかムラになったりせず塗れるので、ツールを使わなくても綺麗に塗れるなって思いました。左にグリーンを塗りました。意外と自然にトーンアップする感じだなって思いました。いろんなグリーンの下地を試してきましたが、かなり白く明るくなるタイプもあるんですけど、これも白く明るくなるタイプではありますが、その中でも控えめだなっていう印象で、その控えめな分、赤みを隠すカバー力っていうのもそこまで高くないかなって思います。でもそれが逆に自然なので、自分が隠したい度合いに合わせて選べばいいのかなと思いますが、結構トーンアップはしていますが自然な感じです。右にピンクを塗っていきます。こちらの方が白く明るくなる度が高くて、私はそんなにトーンアップするものは好きではないので、好みから言うとグリーンの方が好きなんですけど、でもその白く明るくなってくれるおかげで、赤みもこちらの方が隠してくれます。両方ともに共通することなんですけど、手で何度もいじってもざらつきとかが出てこないのがすごく優秀だなって思いました。下地を両方塗りました。おでこはこんな感じです。両方とも綺麗ですよね。赤みのカバーされ具合は
頬が分かりやすいかなと思うんですけど、ちょっと光を遮ってみるとこんな感じで、こちらの方が赤みのカバーはされています。ただトーンアップもすごく高いので、私の好み的に言うとナチュラルなこちらなんですけど、しっかりトーンアップさせたい方はこちらでも綺麗じゃないかなっていうふうに思います。あともともと肌のトーンが明るい方とかは合いそうです。すっごくピンク色っていう感じはなくて、私の赤みのある肌でも赤みが強調されてしまうっていうこともないので、ただ血色よく見えるっていうのがいいですね。あとこちらの方がトーンが明るいので、毛穴の黒ずみのカバーもこちら側の方がされています。グリーンの下地って結構トーンアップするか、本当にグリーンの緑っぽくなる感じの下地が多いので、これはそのどちらでもないナチュラルにトーンアップして多少赤みを抑えてくれるみたいな下地です。次にこちらのチフレのナチュラルメイキャップクリームを塗っていくんですが、先ほど録画ボタンを押し忘れている時に撮影して塗ってみたんですけど、指塗りでも少しだけザラつきが気になってしまいましたし、あとは濡らしたスポンジ塗りも試してみたんですけど、そちらの方がよりザラつきが気になってしまったので、これはまだ試していないんですけど、スパチュラで塗ってからこのパフで広げてみようかと思います。スパチュラパフ塗りが一番綺麗に塗れます。もう下地を全顔に塗ってしまっているので、塗っている方との差っていうのがあまりわからないかなと思って、とりあえずもう全顔に塗っていきます。先ほどスポンジ塗りをしていた時にどうなることかと思いましたが、結構綺麗に塗れていて嬉しいです。カバー力はローからミディアムの間くらいのカバー力なので、そんなに高くはないです。あくまでもナチュラルな仕上がりです。このクリームはカバー力がすごく高そうだなと思っていたんですけど、塗り広げたらそんなしっかりカバーっていう感じではなくて、光を遮ってみますね。こんな感じで、こちらの方が下地のカバー力が低かったので赤みもより見えているんですけど、すごく自然です。でも首の色と比べるとやっぱり白っぽく明るいので、首の黄身が強い私からすると若干浮きます。でもすごい綺麗に塗れていて大満足ですね。それでは最後にパウダーを塗っていきます。このようなベージュのパウダーで、毛足は中ぐらいのふわっとしたパフがついています。ふわっと陶器肌にしてくれる系のパウダーで綺麗です。パウダーを左側に塗りました。おでこはこんな感じでツヤが抑えられました。毛穴もぼかされているのでいいパウダーです。反対側にも塗っていきます。パウダーを全顔に塗り終えました。マット感はとても好みで、毛穴もぼかされるんですが、フィルターをかけたかのような仕上がりまではならないかなって思ったので、適度に毛穴もぼかしてくれるようなパウダーです。こちらは4時間後の動画です。
クリームなので4時間後とかはもうテカるだろうなと思っていましたが、ちょっとツヤっとしてきたくらいで保たれています。頬と鼻はこのようにそんなに皮脂が出てきていないので明るさは保たれたままで、いつも気になりやすいこのほうれい線の部分とかこの辺りはちょっとテカり始めています。でも私が想像していたよりも全然テカっていなくて、この辺りとかまだサラッとしているので、意外と持ちもいいかもしれません。4時間後だとまだまだ全然綺麗です。こちら7時間後の動画です。7時間後なんですけど、テカテカにはなっていなくて、クリーム系のファンデーションだったのにすごいですよね。思い出したのがてるてるの下地なんですけど、さらっとした下地よりもクリーム系の下地の方がテカりにくかったっていう記憶があって、それと同じなのかなと思っています。もっとテカテカになるだろうなと思っていたのに、この範囲以外はまだしっとりはしていますが、さらっともしていて、全然よれていないので、綺麗です。あと3時間検証するのが楽しみになりました。こちらは10時間後の動画です。おでこなんですが、全然テカテカにはなりませんでした。ティッシュオフでちょうど良くなりそうな感じのツヤ感で、鼻はやっぱり毛穴の部分からプツプツ皮脂が出ているのは見えるんですけど、頬の部分はそういうのが見えなくて、ちょっとツヤっとしているくらいなので、でも綺麗です。で、左右差で言うと、やっぱりこちらの方が赤みとかは見えていなくて綺麗なんですが、色味はその分明るくて、その明るさが保たれています。なのでナチュラルにしたければグリーンをしっかりカバーしてトーンアップもしたければピンクの下地がおすすめかなって思います。下地を塗らずにファンデーションだけを塗る動画を明日撮影しようと思っているので、そちらもぜひご覧ください。ティッシュオフをして肌を重ねてみます。ちなみにティッシュオフをするとおでこはこんな感じで、頬も両方とも綺麗なので、別にパウダーも重ねなくてもいいかもと思ったんですけど、一応重ねてみますね。シフレのパウダーをとっても綺麗に治りました。ティッシュオフもそこまでティッシュにファンデーションとかがついていないので、すごく持ちがいいです。日焼け止めを塗ってるところは先日の10時間検証をした日に撮影しているので飛ばします。次にメイキャップクリームを塗っていきます。下地を塗らないとよりナチュラルな仕上がりになります。なので2度塗りをしてみたんですけど、それでもやっぱり日焼け止めと混ざっているっていうのもあると思うんですけど、薄く広がっていくので塗った感が本当に少ないです。ということで全顔に塗っていきます。ファンデーションを塗りました。おでこはこんな感じで、やっぱり下地を塗った時よりもかなりナチュラルです。で、私の首の色と比べると黄身はだいぶ抑えられているなって思うので、こんなに黄身は強くない色です。で、見ていただくとわかる通り、すごく自然な仕上がりで、あんまり塗っている感を出したくない方にぴったりだと思います。私は赤みが強いので、少しコンシーラーとかが欲しいなって感じたんですけど、近場だったら全然これでもいいかなっていう感じのカバー力ですね。ちなみに
今回も毛穴落ちとかよれとかはないので、仕上がりは綺麗です。塗り心地はとても良かったです。パウダーを重ねていきます。おでこはこんな感じでナチュラルに綺麗です。下地と合わせた時に持ちもとても良かったので、ナチュラル系でこういうクリーム系のファンデーションが好きな方におすすめしたいです。アイメイクとかを終わらせてきたんですけど、まずリップを試したいと思います。これはベージュのカラーを購入しました。こんなおしゃれな色なんですよ。合えばたくさん使いたいんですが、今皮むけがすごいので引きで取っています。思ったほどグロス感はないのでいけるかも。結構ツヤっとしているタイプってワセリン以外のツヤだとその合わない成分が入っていることが多くてすぐにピリピリして荒れてきたりしてしまうんですけど、今のところ塗った直後のピリピリ感はないです。色もすごく可愛いです。ピンクベージュみたいな色ですごい可愛い大人っぽい色ですね。少し白っぽさもあるようなピンクベージュ系の色に私の唇の上だと発色したので、だいたい合わないリップだと2日後に水泡ができ始めるんですよ。もう全然合わないっていうものだと塗った直後からピリピリし始めるんですけど、これは大丈夫なので2日後荒れていなかったら2月のお気に入りでご紹介するかもしれません。色はとってもお気に入りました。派手すぎないですし、ピンク系のメイクとも合いそうなので、合えばどんどん使っていこうと思います。次はチークを塗ってみます。このサイズに驚いたんですけど、なかなかチークでこのサイズって見たことがなくてとても小さいです。でもチークって私使い切ったことがないので、このぐらいでちょうどいいのかもしれません。手に塗ってみるとこんな感じで、こんな色味です。パールがほんの少し入っています。付属のブラシがこの斜めカットになっている、肌当たりもそんなに悪くないブラシなんですけれども、これでとりあえず塗ってみます。かなりしっかりと色がつきますね。落として、今日は頬の高い位置に塗ろうかな。粉を落とさなくてもよかったかも。ふわっとのせられていいですね。かわいい。今日のメイクの色とも合っています。わかりやすくなるように濃いめに入れてみます。この色すごいかわいいです。すごい。良くないですか？白っぽすぎない、明るすぎないピンクカラーなので肌に馴染みます。なんかうさぎメイクで使うみたいな白みピンクも私は好きなんですけど、それよりは全然落ち着いていて、なんか今日のメイクの組み合わせいいかもしれません。すごく馴染んでくれていいです。普通にブラウン系のメイクをしている時でも薄めにつけたら合いそうですし、手持ちのブラシでつけてみますね。やっぱり大きいブラシだとすぐに塗れるんですけど、でもこの付属のブラシでも問題なく塗れるので、これかなりおすすめしたいです。最後、シェーディングです。シェーディングも同じ大きさで 2.5g です。ブラシも一緒ですね。私は2番のグレー系のカラーを買ったんですけど、ここに塗ったんですが、あまりわかりません。とりあえず塗ってみようと思います。ブラシにつけて、潰して細くして、鼻筋に塗ってみます。ブラシは塗りにくいかも。色味はいいですね。赤みがそんなにないから自然な影になりやすいです。これは手持ちのブラシで塗ります。鼻先とかは付属のブラシだと塗りづらいと思います。私はあまり輪郭のシェーディングをしないんですけど、まあ大きいブラシがいいけどできなくはないっていう感じでしょうか。シェーディングはブラシは別で買った方がいいかなって思います。
でも色味は良かったので使いやすいです。ということで、ジフレのコスメレビューをご覧いただきました。で、まずこの下地から長所をお話ししますと、とっても塗り広げやすかったです。指で塗っても綺麗に広げられたので、みずみずしいタイプではないので、すごく時短になるわけではないですが、しっかり伸ばせれば綺麗に仕上がるなって思いました。グリーンの方は自然なトーンアップ感と色味補正で良かったなって思ったのと、ピンクはしっかりめにトーンアップするけど、その分赤みも補正してくれるのがいいなって思いました。なのでメイクする日の気分によって使い分けてもいいんじゃないかなって思います。私はピンクは結構トーンアップするなって感じたので、自分の肌には色が暗めだったなっていうファンデーションと合わせたいなって思います。ちょっと撮影し忘れてしまったので今入れるんですけど、下地のおかげでテカりにくさがアップしていたなって思うので、塗った方が10時間後も綺麗に保たれました。短所は特にありません。こちらのナチュラルメイキャップクリーム UV は、これも自然な仕上がりなのが良かったです。そんなに作り込んだ肌にしたくない時に使うといいかなって思いました。スパチュラとパフ塗りだと綺麗に塗れたのが良かったです。で、短所は特にないんですけど、強いて言うとしたら、指とか、あとパフ塗りとかだと綺麗に塗れなかったので、やっぱり擦りすぎると良くないんだと思います。スパチュラで薄く伸ばしてから、パフで上から押さえながら叩き込むみたいなのが一番仕上がりが綺麗だったので、これから使いたいなっていう方はぜひ参考にしてみてください。こちらのプレストパウダーはですね、マット感も綺麗で、毛穴がすっごくぼかされて、フォトショップみたいな感じの感動系のパウダーまではいかないけど、もうさらっとマットにしてくれて、毛穴も多少ぼかしてくれるっていうところが気に入りました。私はパウダーファンデを塗る前の日焼け止めのベタつきを軽減させるようとして塗っていこうと思っています。なので短所はないです。普通に使いやすかったです。次、こちらのチークなんですけど、これすごく良かったです。色味が可愛くて、今結構濃く塗っていますが、これの半分ぐらいの量にしたら自然でナチュラルに血色のあるチークになると思うので、馴染みますし、他の色も欲しいなって思いました。パールは入ってるけど、そんなにギラギラにならないのも良かったです。短所はないですね。あと、こちらのシェーディングですが、私は色味が好きでした。赤みが強いものを使うと、がっつりシェーディングしてる感が出てしまうので、グレー系のカラーの方が好きなんですが、グレー味も強すぎない絶妙なカラーだったので使いやすかったです。短所はこのブラシですかね。鼻筋に入れる時とかは大きすぎますし、あとフェイスラインとかをシェーディングしたい時に使うには小さすぎるかなと思ったので、すごく安いので贅沢は言えないなということで、手持ちのブラシを使えばいいだけなので、全然私は大満足なんですけど、ここだけかなと思います。最後のリップはとても色味が可愛いですし、持ちも全然ティント効果があるわけではないので落ちますが、普通に飲食とかをせずに過ごしている分には落ちてくるなっていうのは感じなかったので、かなり気に入りました。短所は今のところはなくて、もし唇が荒れてしまっても私と合わないだけなので、ベージュの色可愛かったので、ぜひ見かけたらチェックしてみてください。ということで、どれか一つだけおすすめするとしたら、私的にこのチークが一番感動しましたかね。ベースじゃないのかいっていうツッコミがあるかもしれませんが、これを塗った時が一番テンションが上がりました。すごく可愛い色だったので、他の色も試してみようと思っています。ベースで選ぶとしたら、ちょっと自分の肌には明るくなってしまうんですけど、この組み合わせで塗ったらカバー力もあって綺麗でしたし、パウダーを重ねた時の肌も結構綺麗だったので、ここがおすすめかなと思います。でも塗った感がないナチュラルな仕上がりが良ければこの3つかなって思います。さらにナチュラルなのがいい方は、このメイキャップクリームは下地も兼ねているので、この2つでメイクできるかなと思うので、参考になるといいんですけれども、ぜひ気になった商品があった方は概要欄の方にリンクを貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。